皆さんこんにちは。メタボのおっさんです。お待たせいたしました。今回は奈良県五條市から和歌山県新宮市を結ぶ御神線について皆さんにご紹介したいと思います。御神線って何って思われる方いらっしゃると思いますが、それもそのはず。建設工事は中断し幻の路線になりました。五条から浄土というところ 11.4km は吉野川を渡る橋梁以外はほぼ完成していたので、バス専用道路として運用されていました。しかし2014年、途中のトンネルの老朽化などを原因に専用道路でのバスの運用は終了いたしました。今回はその五条から浄土までの 11.4km の御神線の後をご紹介したいと思います。奈良県南部にある五條市は吉野川のほとりに面した静かな町です。しかしかつては旧紀州街道、伊勢街道、西熊野街道、河内街道、下街道の5つの街道が交差する町で、南大和の中心地として栄えました。そしてこの五条市は明治維新先駆けの地とも言われています。明治維新は薩摩藩と長州藩が中心となって江戸幕府をなくして天皇中心の国家を作ったというのが明治維新の簡単な流れですが、最初に幕府にアクションを起こしたのは天中組という尊王攘夷の志士たちで、まずはじめにこの五条にあった代官所を襲ってすぐ近くにあったこの桜井寺に五条五政府を作りました。天中組が五条の代官所を襲って五条五政府を作ったのが8月17日。しかしその翌日8月18日に京都で政変が起きて、天中組は逆賊の汚名を着せられることになりました。その後天中組は十津川村で兵士を集めて今度は高取城を奪いに行くんですが、日本一の山城と最近注目を浴びている高取城、逆賊の汚名を着せられた天中組では落とすことができず、天中組は東吉野で最後を遂げます。歴史に興味ない人お疲れ様でした。もう多分なんか消されてるかもしれませんが、そういう歴史的な場所でもあった五条市、やはり交通の要所なので天中組も目をつけたんでしょうね。その五条市には6商店街があります。今歩いているのは奨励会という商店街ですが、五条市の街の中の様子はまた別の動画でご紹介していますので、御神線の起点駅でもある五条駅をご紹介したいと思います。もうすぐ見えてくる JR の五条駅は簡単な方の条と書きます。しかし C の方はというと難しい方の条を書きます。調べてみるといろいろな説があります。駅名を変えるとシステム上お金がかかると言われてますが、最近駅名変えてるところも多いのでシステム上のコスト面はちょっと違うかな。もう一個の説が JR は駅名に東洋漢字を使っていて、難しい方の条が東洋漢字でないという説です。こっちの方がしっくりくるかな。そんな五条駅、我々大阪市民に縁がないのかというと、実は環状線で五条駅の表示を見かけることができます。本数は少ないですが、大阪市内から乗り換えなしで行くことができます。 JR 五条駅が見えてきました。話題を御神線の話に戻したいと思います。正面左、バスが1台止まれるスペースがあると思うんですが、こちらがかつて御神線の一部がバス専用道だった時の国鉄バスのバス乗り場です。国鉄バスその後民営化して JR バスになりますが、2002年にこのバス路線を JR が撤退した後、地元自治体の委託を引き継ぐ形で奈良交通が運行することになりましたが、始発駅は五条バスセンターに変わっています。御神線には南海が橋本から、近鉄が御所から乗り入れを希望してたそうで、もしそれが実現したら五条の町はまた違った町に発展していたと思います。
南海はそんなに現実味が帯びてなかったと言われてますが、近鉄の方は御神線乗り入れを諦めてなかったので、南大阪線の線路の幅を変えなかったとも言われています。いろんな説ありますけどね。 JR 五条駅周辺はそんな計画があったためか、割と大きな空き地が存在しています。駅前通りは昔ながらの食堂と旅館が営業しているぐらいで、国道沿いと比べると寂しい感じがします。御神線の跡を探して、今度は御神線予定地と交差する24号線付近に行ってみたいと思います。正面にコンクリート橋の跡が見えてきましたが、以前は24号線の上にもコンクリートの構造物がありました。それではこの場所から JR 五条駅方面に歩いてみたいと思います。コンクリートのアーチ橋の先は五条市の私有地になっていて、今は防災倉庫が置かれています。ちょっと公園というには遊具がないんですが、広場ですね。そして反対側は道路になっていて、緩やかなカーブが昔線路予定地だったことを物語っています。200メートルほど歩くと福祉施設があり、その先に和歌山線の架線が見えました。五条駅から和歌山線と御神線が平行に走ってきて、ここから御神線は吉野川の方にカーブしていきます。すぐ近くに五条市民族資料館があり、その前に8620型の機関車が保存されてました。これは鬼滅の刃の無限列車のモデルとなった蒸気機関車です。事前の下調べで全く存在知らなかったので驚きました。廃線跡歩くというテーマにはぴったりの展示物ですよね。御神線が24号線と交差する場所に戻ってきました。今度は吉野川方面に向かって歩いてみたいと思います。ここのコンクリート橋がぶった切られたところには幻の御神鉄道というパネルがあります。そして右奥のホテルはリバーサイドという名前のホテルなんですが、最上階がレストランになってて、そこからのアーチ橋の眺めがいいそうです。今回は立ち寄りませんでした。次回はぜひ行ってみたい。井上陽水もご推薦やしね。そしてこの民家とアーチ橋の間、狭い道路がありますので歩いています。今の世の中何でもエモいと言うてしまえばそれまでなんですが、琵琶湖の疎水の、南禅寺あたりとも違うし、もう今はだいぶなくなりましたが、姫路のモノレール跡とも違う風景がそこにはありました。このアーチ橋が今度は五条新町と交差するところ行ってみたいと思います。五条新町は松倉重政が作った吉野川沿いの町ですが、新町といっても松倉重政が五条藩の藩主になった関ヶ原の直後なので、江戸時代の初期の話です。御神線の後はこの五条新町と吉野川の間、この部分で途切れています。ここまで歩いてきたら1時を過ぎたので、この近くで食事をとりました。うどんそばの山直さん、今回私は肉うどんを注文しましたが、だしがむっちゃ美味しかったです。また食べに行きます。五条新町にはもう一箇所鉄分多めのお店があります。ジオラマ工房 YN さんです。営業日は金土日祝の10時から16時までとなっています。鉄道模型をはじめとする模型屋さんですが、店名の通りジオラマも販売されています。御神線のコンクリート橋のジオラマもありました。吉野川を渡って南の方も歩いてみます。五条市観光交流センターにやってきました。水曜日が休館日だそうですが、駐車場、車も止めれて休息所、トイレと展示スペースがあります。御神線の写真が飾られていたり、すぐ近くの吉野川の
魚たちが展示されています。南の方から吉野川、そして五条市方面を見ています。吉野川の橋の課題は作られていたそうなんですが、治水対策で今は撤去されています。そして堤防から南にまっすぐ伸びている道路、先ほどご紹介した五条市観光交流センターの真横を走ってますが、これが御神線の予定地です。真ん中歩くと G 面70号の気分になれます。国道168号線に出てきて南に向かって歩いています。左は五条病院、そしてその奥が智弁学園と弁天宗の本部があるところです。この吉野ストアの南の端を曲がると御神線の面影を見ることができます。構造物が見えてきました。コンクリートのガードをくぐって向こう側に行ってみたいと思います。ガードの向こう側には空き地が広がっています。それではコンクリートのガードに沿って歩いてみようと思います。線路の予定地はこのようになっています。ガードの北側は吉野ストアの敷地になっているようです。線路の予定地までこのように通路ができてましたので登ってみます。南を眺めてみます。コンクリートの橋、そして168号線の向こう側に線路予定地が続いていました。堤防を降りてコンクリートの橋を横に見ながら南の方へ歩いていきます。国道168号線にやってきました。この上を御神線が走る予定でした。そしてこの168号線のこちら側、ここから浄土までは2014年9月末までバス専用道として奈良交通のバスが走っていました。御神線の跡を巡る旅、1回目はこの辺でおしまいにして、次回はここから先浄土までの御神線の跡を巡ってみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんまた See you!